ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 バーレーンテスト1日目、レッドブルのフェルスタッペン最速、角田裕樹は V カーブ01に好感触で中盤トップ争いに期待の話題です。バーレーンインターナショナルサーキットで行われました3日間のテストの初日、マックス・フェルスタッペンはマクラーレンのランド・ノリスとフェラーリのカルロス・サインツを抑えてトップに立ちました。2023年シーズンに続いてトップチェッカーを受けました。フェルスタッペンの1分31秒344は昨年初日に記録した1分32秒837を大幅に上回るタイムです。またフェルスタッペンは142周を走破しており、信頼性の面でも不安はありません。来週の開幕戦バーレーングランプリでソフトコンパウンドとなるピレリの C3 タイヤを履いたフェルスタッペンは1分31秒344で周回し、ノリスに 1.14 秒差をつけており、サインツはさらにコンマ1秒遅れています。ビザキャッシュアップ RB はダニエル・リカルドがアルピーヌのピエール・ガスリーとアストン・マーティンのランス・ストロールを抑えて4番手でした。フェラーリはシャルル・ルクレールが午前中のセッションに出走し、フェルナンド・アロンソのアストン・マーティンを抑えて7番手タイムを記録しました。マクラーレンのオスカー・ピアストリとザウバーのジョー・ガンユがトップ10に入りました。フェルスタッペンと12番手タイムのメルセデスのジョージ・ラッセルは他のチームが昼休みに交代したのに対し、終日マシンに乗り続けたドライバーでした。フェルスタッペンは最多周回数を記録し、142周を走破しました。3日間のプレシーズンテストがスタートしました。どのチームもコース上で1台のマシンを走らせることが許されていて、ドライビングは3日間で2人のレーシングドライバーが分担することになっています。バーレーンの現地時間午前10時、10台のマシンのほとんどがピットレーンの端に整列し、テストプログラムを開始しました。アレックス・アルボンが信頼性の問題で午前中のセッションを若干早めに切り上げるまでは大きな故障やアクシデントもなく、ルーティンな午前中の走行となりました。初日午前中、 RB20 はスタートで出遅れたものの、フェルスタッペンが1分32秒548でトップタイムをマークしました。ルクレールやアロンソにコンマ7秒差をつけてトップでした。フェルスタッペンの後方ではシャルル・ルクレールが2番手、アストン・マーティンのアロンソが3番手、マクラーレンのオスカー・ピアストリが4番手につけました。午前走行の角田裕樹は5番手と V カーブ01の速さを証明しています。角田選手は車のパフォーマンスについては控えめでしたが、 V カーブ01がミッドフィールドのトップ付近に位置する可能性があると示唆しています。正直に言うと、ミッドフィールドを見回してみると、ウィリアムズはそこに少しだけパフォーマンスを隠しているような気がする。しかしそれを除けば中盤の戦いで今のところ悪い位置にいるわけではないので、できればこのまま続けていきたい。もし僕たちが中団のトップ付近にいて初戦でそれを達成できれば、それは僕たちの予想に反して非常に良いスタートだと思う。ほとんどのチームが午前中に周回を重ねる中、メルセデスのジョージ・ラッセルはセッションの大半を走りませんでした。最初の3時間を終えて19周しか走っていなかったラッセルは昼休み前の最後の1時間で周回数を倍増させました。レッドブルのフェルスタッペンは午前中のセッションを終えてトップに立ち、午後のセッションでは誰よりも 1.140 秒早い1分31秒344を記録しました。143周という驚異的な周回数を記録し、これはグランプリ2回分の走行距離に相当します。レッドブルのテストチェックリストをクリアしたフェルスタッペンのマシンは高速走行でもレールの上を走っているようです。フェルスタッペンによると、かなり早く物事の流れに戻り、全体的に車はうまく反応していたと語っています。レッドブルの実力がどれほどのものかを知るにはまだ早すぎますが、
初日をこれ以上ないほど良い形で終えています。午前中のアロンソの見事な走りと午後のランス・ストロールの心強いパフォーマンスから、アストンマーティンは8回の表彰台を獲得した2023年型マシンに続く良いマシンを送り出したと期待されています。アストンマーティンは何かを掴んだのかもしれません。チームはまだマシンをプッシュしていませんが、非常にスムーズな初日で AMR24 が期待通りの走りを見せています。フェラーリも同じくカルロス・サインツとシャルル・ルクレールが2セッションで133周を記録したことで、フェラーリは新パッケージを慎重ではありますが楽観的に見ているようです。ビザキャッシュアップ RB はアストンマーティン、フェラーリ、マクラーレンとともに開幕戦に向けて魅力的なチームの一つになっています。ローラン・メキースをチーム代表に起用し、オフシーズン中に多くの改革を行ったビザキャッシュアップ RB は、新体制への移行期で起きるだろう成長に伴う苦悩を心配しつつも新シーズンを迎えました。ですが不安を吹き飛ばすかのように、角田裕樹とダニエル・リカルドは V カーブ01のステアリングを握った直後からとても快適に走り出しました。チームは好調で安定したラップタイムを控えめにするようにも見えたということですが、この初日は期待通りの初日のようです。昨年の今頃、マクラーレンは苦境に立たされていて、シーズン序盤は Q1 進出をかけた戦いに直面していました。現在はマクラーレンにとってこれ以上ないほど素晴らしいポジションにいます。ランド・ノリスとオスカー・ピアストリが130周を記録して非常に満足のいく一日となりました。水曜日にバーレーンインターナショナルサーキットを周回したマクラーレンは、ノリスとピアストリが素早くスピードに乗り、 MCL38 はドライバーたちが良好なバランスを保っているようです。苦戦を強いられているのはウィリアムズです。しかしその苦戦はペースよりも信頼性に関連しています。チーム代表のジェームス・ボールズが言うように、来週のレースよりもここでつまずいた方がいいと考えているようです。ウィリアムズは2024年仕様のマシンで新たな方向性を打ち出しています。ストレートに優れたマシンではなく、ほとんどのコースに強いオールラウンダーを目指しています。ローガン・サージェントは昨年までのマシンとは全く違うとポジティブに話しています。しかしシーズン前テストの前日に最初のシェイクダウンを完了させるほど開発を推し進めたチームは、サーキット走行の準備に何時間もかけてしまいました。アレックス・アルボンは燃料システムの問題で午前中の走行が制限され、わずか40周にとどまりました。サージェントはバンプにぶつかってスピンを喫し、タイヤが1セットダメになりました。周回数が不足しているため、追い上げるには次の2日間よりクリーンなセッションが必要となります。来週末に同じサーキットで行われる開幕戦に向けて、この 2,3 日でテストプログラムを完了させる必要があります。初日に100周を達成できなかったのは61周のウィリアムズだけで、他の9チームは100周以上走りました。最多周回数を記録したのはハースです。ハースはレッドブルを5周上回る148周を走破しました。レッドブルが143周、フェラーリが133周、アストンマーティンとキック・ザウバーが130周、マクラーレンが130周、メルセデスが122周、アルピーヌが120周、ビザキャッシュアップ RB が116周を記録しています。シーズンテストの2日目は次のドライバーが担当します。レッドブルは午前はセルジオ・ペレス、午後はフェルスタッペン、メルセデスのルイス・ハミルトンは終日担当します。フェラーリは午前はルクレール、午後はサインツ、マクラーレンは午前はピアストリ、午後はノリスが担当します。アストン・マーチンは午前はアロンソ、午後はストロール、アルピーヌは午前はガスリー、午後はオコンが担当します。ビザキャッシュアップ RB は午前は角田、午後はリカルド、
ステークは午前はシュー、午後はボッタス。ウィリアムズは終日サージェント。ハースは午前はヒュルケンブルグ、午後はマグヌッセンが担当します。1日目はフェルスタッペンが昨年と同じく圧倒的な実力をレースでも示しそうなタイムと信頼性が印象的だったと思います。また角田選手のビザキャッシュアップ RB はかなり期待できそうです。レッドブルの次のグループ、アストンマーティン、フェラーリ、マクラーレン、メルセデスあたりとレースで戦えたらいいですね。メルセデスの元気のなさが少し気になりました。プレシーズンテストの2日目が楽しみですね。 F1 バーレーンテスト1日目、レッドブルのフェルスタッペン最速、角田裕樹は V カーブ01に好感触で中盤トップ争いに期待の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。